歴史上最も偉大な国語の天才が、実はなんかこう、現代のテレビドラマみたいなチーム執筆で作品を量産していたって言ったら、驚きますか？それは驚くでしょうね。やっぱり多くの人が持っているシェイクスピア像って、薄暗い部屋でたった一人、ろうそくの火を頼りに羽ペンを握りしめているみたいな。そうそう。まさにそういうロマンチックなイメージですよね。今回の深掘りでは、まずその神話を少し崩すところから始めたいと思うんですよ。いいですね。膨大で難解に思えるシェイクスピアのテキストをですね、ちょっと解きほぐしていこうかと。今回提供されたソースは、あの有名な戯曲、夏の夜の夢とか、歴史劇のヘンリー4世第一部の詳細なテキスト。はいはい。それからオセローや2人の貴公子に関する AI ツールによる要約とかプロンプトメモなんですよね。古典文学の緻密な分析と最先端の AI ツールによる情報整理の組み合わせというわけですね。これすごく面白いアプローチだと思いますよ。ですよね。私たちの今回のミッションは、喜劇、悲劇、歴史劇っていう全く異なるジャンルの中に共通して描かれている、愛とか嫉妬、名誉といった人間の普遍的な姿を抽出することなんです。なかなか壮大なミッションですね。今これを聞いてくださっているあなたはもしかしたら明日の重要な会議の準備中かもしれないし、純粋な知的好奇心から聞いてくれているのかもしれません。どちらにしても人間の本質に迫るテーマですからね。そうなんです。いずれにせよ今回の深掘りは、この情報型の現代を生き抜くための人間関係の極秘を学ぶ最高の近道になるはずです。間違いないでしょうね。シェイクスピアの戯曲を読むのって、なんだか白大なオープンワールドの RPG をプレイするような感覚なんですよ。最初は情報量に圧倒されるんですけど。その例えはすごくしっくりきますね。ですよね。でも優れたガイドがあれば、その世界の奥深さに一気にのめり込むことができる。さあ、一緒に紐解いていきましょう。神話についてなんですけど、私資料にあった2人の貴公子の著者欄を見て、思わず二度見しちゃったんですよ。ジョン・フレッチャーの名前があったからですね。そう、ジョン・フレッチャーとウィリアム・シェイクスピアって普通に2人の名前が並んでるじゃないですか。これってどういうことなんですか？驚くのも無理はないんですけど、当時の演劇界のビジネスモデルを考えれば、これは非常に理にかなっているんですよ。ビジネスモデルですか？シェイクスピアって単なる作家じゃなくて、劇団の共同経営者でもあったんです。だから常に新作を求められるものすごい過酷なスケジュールの中にいて。なるほど。納期に追われていたわけですね。そういうことです。だからこそ他者と共同して作品を生み出す実務的な柔軟性を持っていたんですよね。つまり一人で全部抱え込んでいたわけじゃないってことですか？複数の脚本家がアイデアを出し合う現代のライターズルームみたいなものを想像してもらうのが一番近いかもしれないですね。へえ、一人で完璧な世界を構築していたわけじゃなくて、他の作家とアイデアをぶつけ合っていたんですね。そうなんですよ。でもそれって作品の質にどう影響するんでしょうか？なんかこう、継ぎはぎだらけで矛盾が出たりとかしませんか？いや、むしろ逆なんですよ。この多様な視点の交わりとか、時には作家同士の意見の衝突こそが重要でして。衝突がですか？それが彼の作品に登場する複雑で多面的なキャラクターたちを生み出す基盤になっているんです。人間の矛盾とか多面性って一人の頭の中だけで完結するものじゃないですからね。確かに。他者との摩擦を通じて初めてキャラクターが立体的に浮かび上がってくるわけですね。まさにその通りです。完璧な個人の脳内ではなく、他者とのカオスな交わりから生まれていたんです。だとしたら彼の戯曲が人間関係の予測不可能なカオスを描き出しているのもすごく納得がいきます。見事なつながりですよね。ではまさにそのカオスが極限まで描かれている喜劇「夏の夜の夢」に入りましょうか。はい、行きましょう。これソーステキストを読むともう最初から大波乱ですよね。舞台はアテネで、そこは厳格な法律が支配する世界として描かれています。そうそう。父親のイージアスが娘のハーミアに対して無茶苦茶な要求をするんですよね。私が選んだディミトリアスと結婚しろ。さもなければ死刑か、一生修道院に入れって。現代の感覚からするとちょっと信じられないほどの強権発動ですよね。いや、現代なら即座に警察査体ですよ。でも当時のアテネの法ではそれが通ってしまう。法と理性の世界ですからね。そこでハーミアは本当に愛しているライサンダーと駆け落ちして妖精たちが住む森へ逃げ込むわけです。でもそこで妖精のパックが愛の三色すみれの魔法の薬を使い間違えちゃうんですよね。そのせいで若者たちの恋の矢印がもうめちゃくちゃになって。そうなんです。ハーミアとライサンダーはあんなに固い絆で結ばれていたはずなのに、魔法のせいでライサンダーとディミートリアスの2人が突然
別の女性であるヘレナを熱烈に愛し始めるという。しかも、それだけじゃなくて、森に迷い込んだ職人のボトムはロバの頭に変えられちゃうし。しかもあろうことか、魔法にかけられた妖精の女王タイタニアから、そのロバ頭のボトムが網膜的に愛されてしまうというものすごい滑稽な展開になります。これなんか、現代の感覚で言うと、完全にバグを起こしたマッチングアプリですよね。バグを起こしたマッチングアプリですか？アルゴリズム、つまりパックの魔法が完全に狂ってしまって、絶対に合わないはずの人たちを強制的にマッチングさせて大混乱を引き起こしているみたいな。なるほど。その例えはすごく面白いですね。ただここにはもっと恐ろしい側面もあるんですよ。恐ろしい側面？単にアルゴリズムが変な相手を提案してくるだけじゃなくて、この魔法の薬は人間の自由意志そのものを強制的に上書きしてしまうんです。うわ、自由意志のハッキングですか。そうです。アテネの理性と法の世界に対して森は本能と魔法の世界として対比されていますよね。アテネではリズメで扱われていた愛が森に入った途端に一滴の花のジュルによっていとも簡単に書き換えられてしまう。確かにそうですね。劇中でヘレナがすごく印象的なセリフを残していますよね。愛は目で見るのではなく心で見るもの。だから翼を持ったキューピッドは盲目に描かれるって。とても有名なセリフですね。シェイクスピアはここで愛がいかに非論理的で外部からの影響によって簡単に操作されてしまう脆いものであるかを突きつけているんです。なるほど。理性では到底コントロールできない人間の無意識の滑稽さを魔法という形で視覚化しているわけだ。まさにその通りです。これを聞いているあなたもちょっと過去を振り返ってみて、なんであんな人を好きになったんだろうって後悔したり不思議に思った経験ありませんか？多くの人が一度は経験する感情かもしれないですね。それはまさにこの妖精の森で魔法の薬を目に垂らされていたような状態だったのかもしれないです。そう考えると数百年前のファンタジーが急に痛いほどリアルに感じられますよね。人間の感情の脆さや非論理的な部分って時代が変わっても驚くほど変わっていないんですよね。本当にそうですね。さて、ここからが本当に恐ろしいところなんですけど、夏の夜の夢では外部からの魔法が脳をハックして愛を狂わせましたよね。花の汁ですね。でもシェイクスピアの心理描写のすまましいところは、人間の脳をハックするのに魔法なんて必要ないって見抜いていたことです。なるほど、そういう展開ですか。必要なのはただ一つ、不安だけ。ここからは劇から一転して最も陰惨な悲劇、オセローの世界に移りましょう。わかりました。AI による要約ノートがこの作品の核を実に見事に抽出していますよね。四大悲劇の一つってやつですね。はい。オセローは人種、嫉妬、そして破壊的な結末というテーマを扱っています。ここで注目すべきなのは、主人公のオセロー以上に部下のイアゴという存在なんです。出ました、イアゴ。彼が巧みにオセローの心理を操って、最愛の妻デズデモーナが不貞を働いていると思い込ませるんですよね。そうです。最終的にオセローは妻を自らの手で殺し、真実を知って自らも命を絶つてしまう。この構造を見ていると、イアゴってまさに16世紀の究極のインターネットトロールじゃないですか。インターネットトロール、つまりネット嵐ですね。ターゲットの頭の中に巧妙にフェイクニュースを植え付けて、疑心暗鬼にさせて自滅していくのを楽しむみたいな。まさにトロール的な振る舞いですね。ただ私たちがここで考えるべきなのは、彼が何をしたかというよりも、どのようにしたかというメカニズムの方なんですよ。ハウの部分ですね。どうやってオセロを操ったんですか？イアゴは単にあなたの妻は浮気していますよなんて直接的な嘘をつくわけじゃないんです。
彼は言葉を濁し、何かを知っている素振りを見せながらあえて教えるのを渋るんですよ。うわ、嫌なやつですね。そうすることで、オセローの方から頼むから教えてくれって懇願するように仕向けるんです。巧妙すぎる。でも、オセローって力戦の将軍ですよね。なんでそんな回りくどい暗示にあっさり引っかかっちゃうんでしょうか。それはですね、イアゴがオセローの心の奥底にある劣等感という急所を正確についたからです。劣等感。オセローにそんなものがあったんですか。ええ、オセロは軍人としては非常に優秀ですが、ベネチア社会においては異邦人、つまりムーア人であり、年齢もかなり高かったんです。ああ、なるほど。属性としての壁があったわけですね。はい。だから、若く美しい貴族の娘であるデズデモーナに自分が本当に見合っているのかという強い不安を常に抱えていた。いわばインポスター症候群のようなものです。ああ、なるほど。つまりイアーゴはゼロから嘘を作り上げたわけじゃなくて、オセロの中にすでにあった不安の種に水をやっただけってことですか。その通りです。その情報が真実かどうかは関係ないんです。一度植え付けられた疑いは、オセロ自身の想像力という養分を吸って肥大化していく。そして勝手に真実として暴走していくわけですね。ええ。魔法という超自然的な力がなくても、人間の言葉と疑いという感情だけで、強固な愛や信頼がいとも簡単に崩壊していく。そのプロセスが恐ろしいほど緻密に描かれています。これ情報過多の世界に生きるあなたにとっても決して他人事じゃないですよね。ええ、現代社会にも完全に通じる構図です。アルゴリズムが私たちの不安を煽って、フィルターバブルの中でフェイクニュースが増幅していく今の SNS の構造なんて、まさにイヤーゴの囁きと同じメカニズムですよ。個人の内面にある不安がいかに養育兵器化されてしまうかという完璧なシミュレーションですよね。ええ、他人の言葉を鵜呑みにして大切な人を疑ってしまう前に、このオセロの悲劇を思い出すべきですね。全く同感です。さて、個人の心の中の嫉妬や情報操作が破滅を生むのを見てきましたが、はい。その人間同士のプライドや操作が今度は国家規模でぶつかったとき、何が起こるのでしょうか。ここからは歴史劇の世界、ヘンリー4世第1部に入っていきましょうか。わかりました。ただ、ちゃっと本題に入る前に、リスナーの皆さんに向けて少しだけ前提を整理しておきましょうか。あ、はいはい、大事なことですね。ええ。これから描かれる王室への反乱や政治的対立についてですが、私たちはあくまで純粋な心理学的、戦略的観点から物語の構造を分析するだけです。もちろんです。15世紀の特定の反乱の正当性を支持したり、何か特定の政治的な立場を取るものでは一切ないということは明確にしておきたいと思います。ええ、あくまで人間ドラマの極致としての分析ですからね。はい、ありがとうございます。さて、このヘンリー4世第1部なんですけど、ソーステキストを読むと、対照的なキャラクターたちのぶつかり合いが本当に面白いんですよね。そうですね。国王に対して反乱を起こすパーシー家のホットスパーは、名誉のためなら命も惜しまない熱血感です。それに対して、王の宝刀息子であるハル王子は、酒場でならず者たちと一緒に怠惰な生活を送っているんですよね。ええ。そして特に注目すべきは、ハル王子の悪友である大酒飲みの老騎士ホルスタッフの圧倒的な存在感です。出た、フォルスタッフ。彼が絡むガッズヘルの強盗事件のシーンは、シェイクスピアの喜劇的要素の最高傑作の一つって言ってもいいんじゃないですか。ええ、本当に素晴らしいシーンですよね。あのシーン最高でしたよ。フォルスタッフたちが旅人を襲って金を奪うんだけど、その後、変装したハル王子たちに逆襲されて逃げ帰るじゃないですか。はいはい。そして酒場に戻ってきたフォルスタッフが、アンクラミで数十人の男たちと命がけで戦ったんだって堂々と嘘をつくんです。最初は2人だった敵の数が話しているうちにどんどん増えていくんですよね。そうそう。4人になり、7人になり、最終的には11人の屈強な男たちと戦ったことになってるという。もう笑っちゃいましたよ。しかもハル王子にあっさりと、お前たちから金を奪い返したのは俺たちだぞって嘘を見破られるのに、フォルスタッフは全くあくびれない。あれすごいですよね。いや、本能で相手が王子の血釣りだと分かったから、あえて手を出さなかっただけだって平然と言い訳をする。ええ。この頭頭さというか、どんな状況でも自分の都合のいいように現実をねじ曲げて生き延びる泥臭い生命力。これこそがこの劇の大きな魅力なんです。確かに。でも、私が一番驚いたのは、ハル王子の独白のシーンの方なんですよ。ほう、ハル王子の独白ですか？ええ。彼って、ただフォルスタッフたちと遊んでるだけの不良じゃないんですよね。
観客に向かって今はわざと堕落した姿を見せておき、いざという時に立ち上がって見せるって語るじゃないですか。はい。非常に計算高い一面を見せるシーンですね。そうすることで人々をより驚かせて称賛を得ることができるって、これってしたたかな現代の CEO の戦略と同じじゃないですか。現代の CEO ですか？ええ。第一四半期の業績予想をわざと極端に低く設定するサンドバギングを行って、第二四半期で少し良い結果を出しただけで天才的な経営者だって株主に錯覚させるみたいな究極の自己プロデュースですよ。なるほど。確かにそのリブランディングの戦略とは重なりますね。ですよね。でもちょっと待ってくださいよ。それって人間としてどうなんですか？と言いますと？彼は後で自分を英雄として見せるためだけに周囲の人間とか国全体を騙しているわけですよね。これってただのサイコパス的なマニピュレーターじゃないですか？まあ現代の道徳観からすれば極めて操作的で冷酷に映るかもしれませんね。ただ当時の王族としての生存戦略という文脈で考えてみてください。生存戦略ですか？彼がもしこのリブランディングに失敗すれば王位継承権を剥奪されるだけじゃなくて文字通り命を落とす危険すらあるわけです。なるほど。命がかかってるんだ。この作品の核にあるのはまさに対照的な3人のキャラクターを通じて名誉の真の価値とは何かを問うことなんですよ。名誉の価値ですか？そうです。ホットスパーは名誉という理想に完全に縛られて少しの妥協も許さずに戦場へ赴き結果として命を落とすという硬直した生き方を選びます。理想に準じるわけですね。糸法のフォルスタッフは戦場で死んだふりをして生き延びるんです。名誉とは何か、そんなものは検証を直してくれるのか、いや名誉とは単なる言葉空気に過ぎないって完全に否定する。理想主義と徹底的な現実主義、あるいは虚無主義の対極ですね。では春王子はその真ん中ってことですか？単なる真ん中ではないんです。春王子はその両極端の機能を完全に理解しているんですよ。機能ですか？フォルスタッフと過ごすことで庶民の泥臭い現実や計算過くさを学び、同時にホットスパーとの対決通じて形成者として必要な名誉という外弁も手に入れる。なるほど。いいとこ取りだ。社会が求める役割と人間の欲望や弱さを両方知っているからこそ、状況に応じて冷酷なまでに柔軟なリーダーシップを発揮できるんです。これは私たちにとっても深い教訓になりますね。日常の中で理想の大人とか立派な社会人としての役割を演じつつも、時にはフォルスタッフのように気楽で無責任な自分を許容する。そのバランスが重要なんです。春王子の姿は周囲の期待やプレッシャーを巧みにコントロールしながら極端に触れすぎずに生き延びていくためのヒントとして、あなたのキャリアや人間関係にも十分に応用できるはずですよね。完璧な理想に準じるのではなくて、泥にまみれながらも状況を生き抜く。それこそがシェイクスピアが描きたかった人間のリアルな強さなのかもしれません。いやー、本当にあっという間ですが、今回の深掘りを総括しましょうか。はい、お願いします。他者とのコラボレーションという創作の背景から始まって、魔法が自由意志をハックする夏の夜の夢、人間の不安というバグをついて自滅させるオセロの悲劇、そして名誉と計算が交錯するヘンリー4世のしたたかな生存戦略まで、全く異なるジャンルのソーステキストを横断してきました。これらが全て同じ作家あるいは同じチームの必要によって描かれているということの凄みですよね。本当にそうですね。愛の盲目さ、嫉妬の自己増殖、そして名誉という虚構。数百年前のテキストが現代の私たちの心理メカニズムをこれほどまでに正確に解剖していることにただただ驚かされます。普遍的な人間の本質を見事に捉えていますよ。そして今日私たちは AI が抽出した要約とかテキストの断片をガイドにすることで、この広大な森の奥深くへと足を踏み入れることができました。そこで最後に一つ、今聞いているあなたに向けて思考実験を提案したいと思うんです。どんな思考実験ですか？もし今回使ったような最先端の AI ツールにシェイクスピアが描いた愛の非論理さとか嫉妬のアルゴリズム、名誉の計算式を全て学習させたとします。なるほど。果たして AI は現代の私たちに向けてシェイクスピアのように人間の魂の矛盾を突く新しい戯曲を書くことができるのでしょうか？それは非常に挑発的な問いですね。AI はパターンの学習とか因果関係の構造を再現することは得意ですから。
ってことは書けちゃう。いや、アーゴが仕掛けたような論理的で緻密な悲劇のプロットならおそらく完璧に構築できるでしょうね。でもホレスタッフはどうでしょうか。息を吐くようにルソーつき、道徳的には最低なのに、それでもどこか憎めなくて、観客が愛さずにはいられないあの泥臭さ。ああ、そこですね。合理性を極限まで追求する AI は、果たしてあの人間だけの美しいバグを意図的に出力できるんでしょうか。それとも、あの生命力だけは不完全な人間同士のコラボレーションからしか生まれないものなんでしょうかね。完璧なアルゴリズムではなくて、欠点だらけで矛盾しているからこそ愛用し、それこそが私たちがシェイクスピアの魔法から未だに抜け出せない最大の理由なのかもしれませんね。次にあなたが AI ツールを使って仕事を効率化するとき、あるいは SNS のタイムラインを見て誰かに嫉妬しそうになったとき、この問いを少しだけ考えてみてください。ええ。本当にそうですね。最後までお付き合いいただいたあなたに心からの感謝を。この複雑で魅力的な人間の深淵を共に覗き込めたことを光栄に思います。次回の深掘れでもまた新たな発見と刺激的な問いを共に楽しみましょう。